皆さん、こんにちは。今日もお疲れ様です。そして、みゆの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございます。最近、日本で大きな地震が何度も起こっていますよね。皆さんはその時どこで何をしていましたか？びっくりしたり、大丈夫かなって強い危機感を持った方も多いんじゃないかなと思います。日本はもう本当に美しい国だし、豊かな海とか四季折々の綺麗な山であったり、そして何よりも美味しい食べ物もあるんですが、その大好きな自然の裏にはいつも自然災害とか地震っていうリスクが隣り合わせにあるんですよね。なので今日は少し怖かったりヘビーな内容になるかもしれないんですが、結構大事なトピックだと思うので、地震について話していきたいと思います。あと、これだけ災害が多い国に生きる私たちにとって大切なのはただ怖がることじゃなくって、本当に必要なのは、正しく、知識を持って、ある程度怖がって、あとは正しく備えることだと思っています。そして、もし何かあった時にお互いをどう支え合えるかをあらかじめ考えておくことも大事だと思っています。で、今日は私たちが今すぐできる日頃の備えとか大切な家族、ペットを守る方法、そして今皆さんが使っているスマホを使った情報収集から、復旧の助け合いまで皆さんと一緒に考えていきたいと思います。なので、ぜひリラックスして聞いてください。それでは今日もコーヒーを片手に乾杯！まず私たちが普段の生活の中でどのように備えられるかについてお話ししていきたいと思います。今回は物、家、情報、そして大切なペットの4つのポイントでお話ししますね。なので、まずは物の備えから始めると、避難セットを準備している方は多いと思うんですけど、クローゼットの奥にしまいっぱなしになっていませんか？今おすすめなのがローリングストックと言われるもので、これは日常的に使っているお水とか缶詰、レトルト食品などを少しだけ多めに買っておいて、使ったらその分を買い足していく方法です。ストックとも呼ぶと思います。で、これがなんでいいかというと、これなら賞味期限切れをまず防げますし、あといざという時にもいつも食べ慣れている味なのでほっとすることができると思います。あとは他にも防災リュックなどもあると思いますが、やっぱり自分のライフスタイルに合った備えをしておくのがベストだと思います。次は2番目、家の備えですね。地震が発生した瞬間、一番多い怪我の原因は、実は家具の転倒、家具が倒れてくることですね。や、ガラスの破片、ガラスのその破片、砕けたもの、小さくなったものなんです。なので、寝室やリビングに例えば倒れてきそうな大きな家具を置かないようにしたり、あとは突っ張り棒、こういう棒や L 字の金具で固定したりする工夫なら今週末にでもすぐにできちゃうと思います。実際に私の実家も地震対策の工夫をしていて、例えば食器棚
などは衝撃があっても中から勝手に開かないような作りになっています。こうすることによって地震があっても中の皿がわーって出てきて割れて怪我につながらないようにという仕組みです。そして3番目、ペットの備え、大切な家族の備えですね。私みたいにペットを飼っている方にとっては、もう災害が起きた時、もうこの子たちを置いて逃げるなんてもう絶対にできません。だからこそペットのための備えもすっごく大切です。例えばフードやお薬、お水は最低でも1週間分は多めにストックしておいたり、避難の時に使うキャリーバッグに普段から慣れさせておくことや、あと、マイクロチップをちゃんとつけておくとか、もしもの時この子たちをどうやって連れて逃げようかなって普段からシミュレーションをしておくことが大切な命を救う第一歩になると思います。そして4番目、情報の備えですね。これは自分が住んでいる場所がどんなリスクを持っているか知るために自治体のハザードマップっていうものをぜひチェックしてみてください。土地によっては例えば洪水が起きやすかったり、あとは、土砂崩れが起きやすかったり様々だと思います。さらに今の時代に心強いのがスマートフォンのアプリや SNS の活用です。特に私が個人的におすすめなのがネルフ防災アプリというのがあって、地震の速報であったり津波、大雨の情報がテレビよりも早く正確にピンポイントでスマホに届きます。こういう信頼できる防災アプリをあらかじめ入れておくこと、あとは災害の時には X などの SNS で現地のリアルタイムな情報を上手に見極めて使うことが自分の身を守る大きな武器になると思います。では、この4つは備えに関してだったんですが、次にもしどこかで大きな災害が起きてしまった時、私たちはどうやって復旧を助けられるかも話していきたいと思います。それは遠くにいても近くにいてもできることはたくさんあります。こちらも3つに分けて紹介していきます。まず1つ目が正しい知識を持ったボランティア活動です。被災地へ行って直接片付けを手伝うボランティアは復旧の大きな力になります。ただここで一番大切なのは、自己完結というか現地の負担にならないことがまず一番大事です。例えばボランティアに行くのであれば自分のご飯とかお水、あと寝袋がもし必要であれば全て自分で用意して必ず地元の災害ボランティアセンターを通じて参加するようにしましょう。実際私も九州で大きな地震があった時に友達とボランティアに参加したんですが、やっぱり自分のことはちゃんと用意していって、さらにその上でその現地を支えるっていうのが大事だと感じました。そして実際私が感じたのはこのボランティア活動はもちろん助けることも大事なんですが、自分自身はもうその実際の現実と向き合うっていうことにも価値があるなと感じました。あとは2番目は、寄付金とか募金で経済的に支えることです。これは遠くにいても、どなたでもできるのでおすすめです。例えば現地に行くのが難しくてもお金を通じてサポートできます。被災された方々に直接配られる義援金というものもあるんですけど、例えば NPO とか自治体の活動資金になる支援金、寄付金も
あります。あと今はふるさと納税を利用した、災害支援もスマホから簡単にできて、直接その自治体を助けられるので、それはおすすめの手段です。あと、これは多くの人が知っているかもしれないんですが、3月11日、東日本大震災のあった日になると、Yahoo でその日にちであったり、地震のことを検索すると、10円募金されるシステムになっているので、これは私も毎年していますが、本当に数秒でできることなのでおすすめです。あと3番目。これはもう本当に私の中で一番大事かと言っても過言ではないと思うんですが、そして最後3番目は、忘れないこと、そして観光を通しての復旧支援があります。災害が起きた直後はニュースでも大きく取り上げられますが、その数ヶ月、数年経つとだんだん報道が減っていきますよね。で、現地の復旧には長い時間がかかります。本当に長い時間がかかります。被災地が落ち着いた頃に、その土地を旅して、美味しいものを食べて、お土産を買って楽しんだり、これも立派な、そして長く続けられる復旧支援だと思います。なので、この3つの方法で、被災地を助けられる、復旧を支援できる方法だと思います。あと、ここまで備えと復旧の支援についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？もちろん、地震や災害のことって心配しすぎたら何もできなくなっちゃいますよね。本当に心配しすぎると、もう怖くて旅行とかも行けなくなるし、毎日が暗い気持ちになってしまいます。でもそれってすごいちょっともったいないことなので、まあ、大切な家族、愛するペットの命を守るために、自分が住む場所とか働き方についてちゃんと考えたり、事前に便利なアプリをダウンロードして備えること。決してネガティブなことじゃないと思うんですね。むしろもうこれからも安心して自分らしく生きるためのポジティブな選択だと思います。あと、日頃からもう挨拶、こんにちはって近所の人と挨拶を、交わす関係を作っておくことや、あと家族や友人と、もしもの時はここで待ち合わせようねって話しておくこと。あと、この小さなコミュニケーションやつながりこそがいざという時にたくさんの命を救うパワーになると思います。皆さんの国には地震や自然災害はありますか？多いですか？最近は世界中でいろんなニュースを聞くので、不安になることもあるかと思いますが、心配しすぎるのではなく、しっかり準備をして毎日を楽しみましょう。それでは、今日のみゆの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございました。お仕事や勉強頑張ってください。またねー。